どうもマグです。今回は XF の16から 55mmF2.8 のレンズがなぜ魅力的なのかっていうことについて解説していこうと思います。XF の16から 55mmF2.8 というのはレッドバッジと呼ばれるズームレンズで第三元ズームレンズの一つとも言われているレンズなのかなと思っています。皆さんはこのレンズお好きでしょうか？もしよかったらですね、そのレンズについての思いなんかをコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。実はですね、ちょっと箱で申し訳ないんですけれども、16から 55mmF2.8 のレンズ、僕も絶賛使っていまして、とても使い勝手が良くて、重宝するレンズだなというふうに思っています。ただ最近はですね、この XF の16から 55mm のレンズの紹介っていうのがあまりないのかなと思っているので、なので今回はですね、個人的な考察にはなるんですけれども、XF の16から 55mmF2.8 の魅力について3つのポイントに絞って話していこうかなと思っています。この動画を見るとですね、XF の16から 55mmF2.8 の魅力がざっくりわかるようになるかなと思います。またですね、このレンズを買うかどうかっていうところの考える上での参考になるかなと思うので、よかったら最後まで見ていってください。ちなみにこのチャンネルでは富士フイルムの各シリーズのモデルの比較だったり、富士フイルムのカメラの楽しみ方や解説っていうのをしています。なのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。まずはじめに XF の16から 55mmF2.8 について簡単におさらいしておきます。分類としてはレッドバッジズームレンズと呼ばれるズームレンズで若干重量感はあるものの広角から望遠まで F2.8 という透視の開放値を持っています。どの焦点距離でも均質な画質が得られるということが特徴になっていて、リニアモーターによる静かで高速なオートフォーカスと防塵防滴も兼ね備えている高品質なズームレンズです。こちらを踏まえて XF の16から 55mmF2.8 が魅力だなと思うポイントを話していきたいなと思います。まずポイント1つ目はですね、その切れ味抜群の描写力ですね。こちらは公式サイトにあったキャッチコピーを参照してみました。その切れ味唯一無二と書いてあるんですけれども、レンズのキャッチコピーにこのワードを選択するのは正直挑戦的だなと思ったんですが、いざ使ってみるとですね、あながち間違ってないなと思うので不思議だなと思います。この切れ味みたいな描写をすぐに体感したいということであれば、富士フイルムのパンフレットを見るのがいいのかなと思っています。実はですね、僕自身がこのレンズに魅了されて購入しようと思ったのはですね、富士フイルムのパンフレットの写真を見たからっていうのがきっかけなんですよね。そのきっかけとなった写真を紹介するとですね、まず X の T4 のパンフレットに載っている写真家さんの写真を引用してみました。こちらは夕暮れ時の雪山の写真なんですけれども、山の表面の描写の切れ味っていうのが凄まじいことがわかるんじゃないかなと思っています。こんな写真撮れたら最高だろうなと思ってまず心を打たれた写真ですね。他にもレンズのラインナップのカタログに載っている写真にも見せられたところがあるんですけれども、こちらも紹介すると、こちらは海外の都市部のスナップ写真だと思うんですが、水たまりに映る反射の感じだったり、建築物のくっきりした改造感だったりっていうところで、こちらも魅了された写りだなと思っています。そんな写りを実現するレンズ構成としては、公式サイトを引用するとこんな風に書いてあります。ちょっと文章が長いのでざっくり要約するとですね、あらゆる周差をしっかり抑えたレンズ構成によって美しいボケ感とズーム全域にわたった高い解像力を実現しているという風な感じで書いてあります。これはですね、解像力を表す MTF 曲線にも現れています。こちらは同程度の焦点距離のズームレンズであるXF の18から 55mm の F2.8 から4の MTF 曲線と比較してみました。ざっくり1に近いほど解像力がいいという感じで見てもらえるといいんですけれども、まず空間周波数15本の方を見てみると、XF の16から 55mm も XF の18から 55mm もですね、同じぐらい1に近い曲線になっているのがわかるかなと思いますが、空間周波数45本より細かい線を描写するみたいな曲線の方を見てみるとですね、XF の16から 55mm F2.8 の方が1に近いところから曲線が始まっているのがわかるんじゃないかなと思います。あとこだわってるなと思ったのはですね、レンズ紹介のプロモーションビデオの中で防振の仕組み、要は
光学手ブレ補正機構は性能のために省いたという紹介があったんですよね。とにかく高画質にという話が上がっているように、ズームレンズではあるものの十分な解像力を持った描写を追求しているのがこのレンズの特徴になるのかなと思っています。ポイントの2つ目はですね、焦点距離を問わず均質に高画質を得られるっていうところですね。ズームレンズでは広角側と望遠側で開放絞りの値が異なるっていうことが一般的なのかなと思うんですけれども、こちらの XF の16から 55mm はどの焦点距離でも 2.8 という明るめの開放絞り値を使えるっていうところがやっぱり魅力なのかなと思っています。どの焦点距離でも F2.8 という開放絞りが出すボケ感を楽しめるっていうのもそうなんですけれども、合わせてより意味があるなと感じるのは、どの焦点距離でも全域で均質な高画質が得られるっていうところがとても使い勝手がいいところなのかなと思っています。こちらは公式サイトの紹介でも書いてあるんですが、単焦点レンズ4本分みたいな表現よりも画角のオーダーメイドができること、シームレスに焦点距離を変えられることがその魅力だというふうに書いてあるんですね。こちらは確かにどの焦点距離でも均質な画質が得られるという前提であれば、焦点距離を変えることは単純な画角の調整のみをしてくれるっていう風な役割になるんじゃないかなと思います。そうなってくると、例えばフットワークで被写体との距離感を調整できないみたいなシチュエーションの時に、ズームレンズによって画角を変えていくっていうことに利点が出てくると思うんですよね。具体例を挙げるとですね、よく自分は夕焼けの写真を撮ることが多いんですけれども、撮影位置がですね、フットワークで動かせない時っていうのがよくあるんですよね。そういう時に空をより広く撮りたい時と、ある被写体にフォーカスを合わせて撮りたいっていう時があって、それをさっと実現するのはやはりズームレンズでないと難しいなと感じています。単焦点で提供されていない自分が求める画角に撮影する段階でフレーミングできるっていうのはズームレンズの大きな利点だと思いますし、それに加えて焦点距離の変化による画質の変化っていうのも感じさせないところもこのレンズの大きな魅力なんじゃないかなと思っています。ポイントの3つ目はですね、リニアモーターと防塵防滴の安心感ですね。以前ですね、XF の 18mmF1.4 のレンズの紹介をした時にも書いたんですけれども、最近の X マウントのレンズには必ずと言っていいほど搭載されている防塵防滴が入っているのと、あとですね、オートフォーカスがとても静かなリニアモーターが搭載されているっていうのがこのレンズにも言えることなんですよね。まず防塵防滴についてはですね、よく自分は雨の日の写真を撮りに行くことが多かったりするんですけれども、雨の写真とかを撮りに行こうとした時にレンズの故障を気にしなくてよくなるっていうのは精神衛生上とてもいいなというふうに感じています。あと完全に打足ではあるんですけれども、公式サイトに書いてあるレンズが傘を持つ撮影者は自由を得るっていう表現がまさにぴったりだなと思ってるんですよね。またリニアモーターについてなんですけれども、こちらは音はほとんどしないですし、最速 0.02 秒という紹介は伊達ではないなと使っていて感じます。さっとピントは合いますし、現在も動画で使ってるんですけれども、動画で使うこと自体も、フォーカスの音が気になるっていうこともないですし、ほとんど問題に感じることはないなと思っています。このリニアモーターと防塵防滴についてはですね、レンズにおけるメインの機能ではないとは思うんですけれども、やっぱりあることによって撮影体験をより豊かなものにしてくれると思いますし、撮影の自由度を高めてくれる要素だと思うので、あると便利な機能なんじゃないかなと思っています。ではですね、おまけでこちらのレンズをおすすめできるレンズかどうかっていうところも話していきたいなと思っています。こうやって紹介している手前ではあるんですけれども、予算感が合うのであれば購入するのはいいんじゃないかなと思っています。ここまでですね、いろいろ魅力をお話ししてきたんですけれども、やっぱり高画質を維持したズームレンズということで、18から 55mm の標準のズームレンズなどと比べると、多少値が張るっていうのは事実なんじゃないかなと思っています。自分もですね、結構背伸びした感じはしているんですけれども、使っていてとても満足はしています。なのでですね、なるべく価格を抑えて購入したいということであればですね、マップカメラなどで中古のものを探してみるだったり、たまに開催されるボディとレンズを組み合わせて購入する時のキャッシュバックのキャンペーンなどと合わせて購入するといいのかなと思っています。あとはですね、重量感を許容できる人であれば、やっぱりおすすめできるレンズなんじゃないかなと思っています。これもですね、やはり
単焦点レンズなどに比べると、この大口径のズームレンズっていうのは多少重量感を感じるところなんじゃないかなと思っています。レンズの重量っていうのが約 655g っていうところなので、気軽に持ち運んで軽快にスナップしたいという用途であればですね、もしかしたら用途に合わないと感じるシーンもあるのかもしれません。ただですね、このズームレンズの恩恵っていうのを感じるために重量感を許容できるということであれば、こちらのレンズはとてもいい選択肢になるんじゃないかなと感じます。はい、ということで XF の16から 55mm F2.8 の魅力をポイント絞って解説してきたんですけれども、いざですね、調べ直してみるとやっぱりいいレンズだなという風に感じました。なのでこのレンズについて他にもこんないいところがあるんだよだったり、こんなところが気になるな、質問があるなっていうことがもしあればですね、コメント欄で教えてもらえると嬉しいです。またですね、この動画がいいなと思った方は高評価だったりチャンネル登録の方もお待ちしています。いつも見てくださりありがとうございます。更新の励みになっています。これからもですね、なるべく富士フイルムのカメラをわかりやすく解説していく動画を作っていこうかなと思っているので、よろしくお願いします。それでは今回は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。マグでした。